はい、皆さんこんばんは。はい、本日ご紹介するのはカーボン8の M45CQP になります。この銃デザイン元はですねMEU ピストルだと思います。MEU ピストルはですねアメリカの海兵隊が使用する 45ACP 弾を使うオートマチックピストルになります。この銃もともとですね知人が保有していて、一度撃たせていただいたことが過去あったんですね。ただですね、この銃破損が話題になった通りですね、知人の銃もですね先端が吹き飛んだということが起きました。リコイルですとかあと発射音、これはさすが CO2 の一言だったんですけれども、この耐久性にですね少し疑問があって私自身は買い控えていました。一応ですね改良されたバージョンがですね発売されたということもあって以前打たせていただいた打ち味が忘れられずにですねまたあとあるショップでですねちょっと安売りしてたというのがあって思わず今回購入してみました。はい、手にした印象ですけれども、持ってみるとですねやはりガバメントなので重量感はあります。重さはですね約 730g ぐらいだったと思います。これ今ちょっと私の方はウェザリングしちゃってますが、最初買った当初はですねもうなんとなく真っ黒っていうイメージがありました。ただですねスライドはですねやはりですねプラスチック感が結構あったなというのが印象です。あと刻印類はですね少ないので、非常にシンプルに感じました。はい、それではですね各部見ていきたいと思います。はい、まずマズルになりますけれども、こちらは45号径になります。本体がですね真っ黒なのでインナーバレルの金色がですねちょっと目立つ感じになります。はい、スライドのですね前部とですねあとこちら後部の方にセレーションが入っています。はい、フレームの下部にですねこのレール形状のものがあります。こちらライト等装着可能のようです。私の個人的な意見で言えば、MEU であれば、これはなくてもいいのかなというふうには感じました。はい、あと残念ながらですねこのレール部分にはですねパーティングラインが残っています。はい、刻印はですねここの部分になります。45ACP という刻印が入っています。ただこの刻印かなり浅めに彫られている感じがします。はい、トリガーは樹脂製です。シルバーになっています。MEU 特徴のですね3ホールトリガーになっています。あとこちらですね六角レンチでストローク調整も可能になります。はい、あとトリガープルはですね普通かなというふうに思います。あとスライドの上部にもですねセレーションは入っています。はい、フロントサイドリアサイドともですねホワイトドットが入っています。このサイトはですねこちらも MEU 特徴のですねノバックタイプのサイトになっているというふうに思っています。はい、グリップはですねラバーグリップになっています。グリップ力は非常に良いと思います。こちら MEU ピストルだとパックマイヤーのグリップになるかと思います。ここに刻印はですね見えますかね、このタックマスターという刻印が入っています。あとですねメダリオンもですね本物はですねライオンだと思いますが、こちらなんですかねちょっとここは似ていないかなというふうに思います。はい、スライドリリースは左側のみになります。こちらはこのような音がします。はい、このスライドリリースは金属ですがスチールではありません。はい、グリップテープにはですねラインアドリンクもついています。はい、グリップの後部にはですねグリップセーフティーこちらですねとあとビーバーテール、これはですね1911系と同様になります。はい、セーフティーはですねアンビタイプになります。
こちらはコック&ロックのタイプになります。はい、銃の右側このようになっています。刻印はないですね。はい、こちらがマガジンになります。マガジンはこの中央が開いている CO2 タイプのマガジンになります。装弾数は26発で、こちら放出バルブがですね取り出せないような、分解できないような仕組みが取られています。あとですね、このマガジンバンパーは、ウィルソンタイプになるんですかね。はい、それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。こちら通常の1911と同じなので、あんまり変わったところはないんですが、でですね、ここがですね、今回セカンドロットというかですね、破損防止の仕組みとして、このシリコンリングですかね、こちらが増やされてるんですかね、そちらになってるというのと、あとシリンダー構造が一部変更になったというの、あとスライドのですね金属プレートが増加されたというのが今回破損対策として取られているようです。はい、こちらがリコイルスプリングで、こちらがプラグですね。はい、バルブブッシングを取っと、はい、アウターバレルが取れます。はい、このアウターバレルは金属だと思いますね。はい、ただスチールではないですね。はい、ハンマーも違いますね。ちょっとスピードパーツの中のものはですねちょっと分からなかったですね。はい、これが金属プレートですね。でスライドストップもですね、この金属プレートここですかね、ここでかかるような仕組みになったというふうに聞いています。はい、それでは元に戻していきます。はい、元に戻りました。はい、全体の感想になりますけれども、正直言って打ち味は最高だと思います。CO2 ハンドガンの中でもですねかなり上位に入る方なんじゃないかなというふうに思いました。ただですね、いくら打ち味が良くてもですねすぐ壊れてしまっては意味がないというふうには思います。私マルシンの FN57 も持ってるんですが、最近ちょっとこちらの57もですね2回目の故障が起きてですね、最近強化パーツ版の製品が販売されたというふうに聞いています。なので私も故障の時にですね、強化パーツ対応してもらえないかってちょっとマルシンさんにお願いしたんですけど、私が行った時には故障品というかですね修理には回さないというような回答でした。マルシンのですね57打ち味はいいんですが、やっぱり故障が続くとですね、ちょっとですねこちらとしてはですね、気分が萎えるというかですねそういうのがあります。なので、今回のこの CQP のセカンドロット、改善策が施されたということなので耐久性には期待したいなというふうに思っています。やはりこの打ち味はですね、CO2 ならではという感じで、刻印が少ないとかですね、そういったちょっと物足りなさはあるんですけれども、この CQP はですね非常に魅力的だというふうに思いました。ちょっと私はですねこのようにですね、物足りなさを補うべくですねウェザリングして使用感をちょっと出してみました。こういうことをやるとですねオンリーワンというかですね、自分だけの銃という感じもして
愛着が湧いてきます。はい、ウェザリングはこんな感じになっています。これはですね、自己満足の世界なので、いろいろ賛否両論あるかもしれませんが、ご容赦ください。このように作ったので、余計にスライドが割れないことを、ちょっと祈りたいなというふうに思いました。MEU 好きの方にはですね、これはおすすめの一丁かなというふうに感じました。打ち味が一番おすすめのこの銃なので、ぜひ一度試射してみることをお勧めします。はい、この後実写シーンもございますので、よろしければそちらもご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。